ぐーたらずです。今日はね、ちょっと何件か質問があったホンダのアクティだね、軽バス友の会シリーズなんですけど、ハイリフト化、どうやってハイリフトをしてんのみたいな何件かね、質問みたいなのあったんでね、それをねちょっと紹介していこうと思います。問題のリアだよね。シャックルなんですけど、これはリーフ、要は板バネなんでね、そもそもリフトアップキットっていうのがアクティとかバモスは出てないんだよね。なのでね、俺はね、ジムニー用のハイリフトのシャックル使ってます。なんでジムニー用かっつったら、ただ単に安いからだっただけなんだけどね。下手したらね、1500円とかで売ってます。純正より5センチぐらいアップするかな。リフトアップキットがないのでね、作るしかありません。あるね、車種は結構あります。コイルを変えるだけとかね、そういうキットもありますからね。ない車種は作るしかないんでね、ちょっとそのやり方っていうかね、俺がやったやり方なんでね、あんまり参考にしない方がいいかもしれない。実際にもうこれ加工してね、実はこれ車検だったんです。車検の時にね、戻されたんだよね。これジムニー用だから、これ強度計算出ないよみたいな言われてさ。で戻されたんだけどね。その車検制度もね、ちょっと微妙な感じだよね。一番最後にちょっとね、いろいろ説明しますけど。戻されたらまた戻すよね。なのでね、ちょっと今回はね、ちょっとフィッティングを高めるためにちょっと加工していきます。もともと純正のシャックルのボルトを使うようになってるんですけど、使うようにはしてるんですよね。それもね、おいおいとちょっと説明していきますので、まずはね、そのシャックル自体、上下でね、取り付けの幅が違うんです。リーフの板だって、リーフのバネと上のフレームに取り付ける部分の幅が違うのでね、ちょっとね、この段をつけるっていうか、そういう方法を取ります。プライベーターはね、何でも使えますから。速攻の溝も使えますからね。ほら、ちょっとね、わかります？上下の幅違うんですよ。上下の幅っていうか、取り付けの幅が違うくなるのでね、上をちょっと広めに、そして下を狭めるっていうね、そういったちょっと曲げ加工をしていきます。落ちてた単管でね、そして速攻の隙間に入れてね、曲げてやりました。この純正のシャックルに比べてジムニーのシャックルは弱いからね、強度はそんな出ないと思います。なのでね、真似はしない方がいいと思いますけどね、参考までにってことで。ほら、もう一箇所曲げてあるんですけど、曲がったでしょ。上の方が純正だね、下の方がジムニーのシャックルです。やっぱり純正は強度出るように、これ耳があるからね、やっぱり強度はね、出ると思います。こうやってね、上下を、なんていうのかな、サイズ違うシャックル、ハイリフト用のシャックル使えばいいだけの話です。ハイエースとか、そういう風なのね、ハイエースのリフトアップキットはね、多分ね、こうやってね、耳があってね、で、上下ね、確か幅が違うはずなんですよね。なので使うんであればね、ハイエースとかそういったものの方がね、強度も出るしね、いいと思うんだけど、何せ高いから、そしてでかいと思うしな、その辺はね、ちょっとやってません。安いジムニー用を使ってますけどね。上側をもう一発グイグイやりましょう。ほら、そうしたらね、上下の幅変わったでしょ。ああいう風な感じにしたいんです。それで取り付けしていく形かな。これでね、取り付け、準備ですね、できました。ほら、両方やりますよ。反対側もグイグイやって、その形に合わせて、その加工で曲げ加工して、ぴったりフィッティングできるようにね、しておきました。で、もともとボルトついてるんですけど、これについてるボルトは純正のボルトです。純正のボルト、溶接されてるんでね、その溶接を切って取って、またこのジムニー用に溶接してるんです。
その加工だけね、ちょっとめんどくさいだけです。溶接できる人であればね、簡単にできます。で、ジムニー用のシャックルにボルトついてくるんですけど、ちょっと細いんでね、やっぱりこの純正のアクティ純正のボルトを使ってます。そう。このボルトをね、片方側にね、溶接してあげるだけです。まずね、塗膜を落としていってあげましょう。グラインダーでね、ビシバシ落としていってあげてください。そう、ここでね、問題な溶接機。うちにあるもう一個の溶接機が壊れちゃってね、こいつはね、マジ使えないんですよ。ご存知のとある工具屋さんの溶接機です。そう。今日やってることはね、本当に勝手にやってることですんでね、真似はね、しない方がいいです。おすすめしませんからね、注意してください。そう。とある工具屋さんの、有名な工具屋さんですね。その溶接機、安い溶接機なんですけどね、それがダサくなんですわ。本当に使えない、こいつ。なのでね、本当にもう壊れちゃってないから、これを使うしかなかったんですけどね。そう。変圧器でね、電圧上げて、ほんと無理やり使ってます。本当にこいつがマジで使えないんだよな。なのでね、これはね、買わない方がいいです、この溶接機は。本当に買わない方がいい、これは。でね、溶接ね、してあげて、ボルトとシャックルの、あそこのね、あれを、ボルトをね、溶接しちゃうんです。そう、こういう感じです。できましたね。片方はできました。あとはね、車両に取り付けていくだけです。そう、溶接した後はなんか塗っといてください。この車、また錆止め吹く予定なんでね、ちょっとそのままですけど、車両にね、取り付けていきましょう。そう、これが純正車高です。やっぱり普通だね。普通の軽バスって感じなんですけどね。でね、フレームに馬をかけてください。そう、デフごとね、落としますんで。でね、純正シャックルをね、外していきます。そう、ショックも外すんで、アクセルのとこにはね、軽くジャッキをね、かけておいてあげてください。そうするとね、落ちてこないんでね。そして純正のシャックル、どんどん外していきましょう。ほんとね、この辺はもう簡単です。どんどん外していくだけだね。バシバシ外していきましょう。でね、叩いて抜いてやりました。で、反対側はね、マフラーに当たるのでね、ちょっとマフラーなり、その遮熱板なりを煽ってね、外してあげるといいかな。そうやって外しました。ぐいっとね、ほんと結構強めにぐいっとね、ちなみに遮熱板曲がったよね。そんなのは、いつはどんどん外していきましょう。でね、ショックを外します。アクセルについてるのでね、それを外してあげましょう。ハイリフトにすると、やっぱり、なんていうのかな、ショックの容量がね、足りないような気もします。エブリィをやった時は、完全にショックの容量が足りなくて、ものすごい跳ねてたんですよね。ボン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 跳ねてたんでね、エブリィの場合はね、ジムニーのショックをね、つけたんですよね。そしたら、乗り心地よくなるんでね。そういってストロークの問題だろうね、きっとね。そう、あとはね、取り付けていくだけです。本当に簡単。これだけです。
で、なかなか、なんていうのかな、入りづらいんでね、締めながらどっかね、ボルト出てきたらもう締めてってあげて、それでぐいっと縮めてあげるような要領ですね。それで締めてってあげればつきますから。そう、広がり防止もつけてあげて、全部つけましょう。そして締めればね、完成です。こういう感じですね。ちょっと上の方が広がってる。そして下の方はね、リーフに合わせてちょっと狭まってるんでね、そういう風なちょっと加工をね、しました。曲げ加工をしてあげました。これがね、完成形だね。リアの色の完成形です。色立て。リアのシャックルの完成形ですね。で、ショック自体は、アクティはね、そんなに容量が足りなくなるってことはなかったんですけどね。足りない場合はね、ジムニ用の、ショックとかつけてもいいかもしれないですね。そう、タイヤも変えて、ね、かなり上がりましたよね。タイヤの外径のサイズも大きくなるんでね、やっぱその分も上がります。なのでね、かなり上がります。やっぱ上がってた方がかっこいいよね。純正車庫だとちょっともうさいもんね。そしてね、フロントはね、ライフ用 JB1 の車庫帳を入れてあります。これなんでかっていうと、純正のそのブラケットと、純正のブラケットだって、ライフのブラケットと、あとはアッパーマウント、それのね、形状がね、一緒なんです。アクティとね、一緒なんですよね。ただライフ用は全体が長いんです。全長が長いんです。なのでね、ライフ用をつけてあげると必然的に車高が上がります。そう。で、注意点はね、フェンダー外さないと装着できません。でね、これアッパーを変えないとね、相当なポジキャンになりますからね。これ気をつけてください。ちなみにこれはシュピーゲルさんのアッパーに交換してあります。調整式のアッパーだね。多分ライフ用のアッパーとかでも大丈夫だと思います。それをつけてあげて、ちょっとね、キャンバーをつけてあげて、ポジキャンを直してあげるっていう感じですね。そうしないとね、相当なポジキャンになりますから、気をつけてください。で、これはネジ式の車庫帳なんですけどね、やっぱりフルタップの方がいいでしょうね。ネジ式だとやっぱり底付きします。ガーンってなりますからね。多分フルタップの方がいいです。そう、上げすぎるとこうなるから。このね、車庫帳だとね、ちょっとこれぐらいでもいいじゃんって思うんですけどね、上げすぎたらこうなりますからね。フロントがめっちゃ上がるっていうね。こうなるともうブーツとかね、ドラシャのブーツとか、あとはスタビリンクとかにもね、相当な負担がかかりますからね。馴染みを期待してるんですけど、これは無理だよって。無理だって。そう、魔法の言葉、馴染みを期待してるんですけどね。さすがにダメでした。これはダメだろうって話でね。やり直しましょう。そうそう。でね、いい感じになりました。ちょこっと前下がりだけどね。ちょこっと前下がりの方がね、いいです。やっぱり。後ろ下がりだとね、ちょっとだるい感じになりますからね。ちょっとだけ前下がってた方がシャキッとしますから、車が。いい感じですね。そもそも車検だったんですよ。このライフが車検だったんですけど、この状態で車検出したんですけど、以前はね、車検通ったんですよ。この状態で車検通ったんですけど、今回車検出したところが、そのシャックルがダメだって言われて、いや、前それで通ったんだけど、みたいな話をしてたんだけど、全然ダメでね、そこね。そもそも車検通りませんからね。共同計算出てないですけど、出てないですからね。これがリフトアップキットのコイルだけとかだったらね、車検は通るんですけど、シャックル自体はね、ちょっと車検が通らない。シャックル変えちゃうとね、車検通りませんから気をつけてください。で、車検出してさ、これシャックルダメだって返されたんだけどさ、
その割にね、スタビリンクのブーツが破けっぱなしでグリス漏れてんだよ。それで車検通ってきたんだよ。そもそものさ、車検制度って何なのと思うよね。本当に日本のそういう制度、税金もね、税金もいっぱい来るし、重量税も取って自動車税も取ってダブルで取るんだよ。そもそもなんか甚だ疑問だよね、日本のそういう車の制度っていうのはね。なのでね、抗って歯向かっていきましょうってことでね、決して真似しない方がいいです、こうやってね、車検制度に抗う人たちはやってください、ぜひ。でもね、おすすめしません。車検は通りませんからね。ってことでね、今回要望が多かった、質問が多かったアクティのね、車高を上げるという様子をね、お届けしました。質問とかあればね、またコメント欄にでも書いてください。今日はね、競馬ストーノ会シリーズってことで、この車はね、次オッピーの車になるんですけどね、この車もいろいろキャンピングにしていこうと思います。その動画もね、またもう少ししてから始まりますのでね、シリーズも始まりますので、楽しみにしといてください。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。